こんにちは、ブルーブルーの高橋祐介です。本日は千葉県房総半島の堤防にてライトショアジギングをご紹介できればと思います。で、ここの堤防ですね、初夏から秋口にかけて、サバ、ワカシ、ショウゴ、ソウダガツオ、あとシラといった回遊魚を狙うことができます。で、例年ですと結構釣れるんですけれども、今年なかなか渋い状況が続いております。連日なかなか思うような釣果が上がっていないんですけれども、本日はちょっとそれでも頑張ってみようかなと思います。よろしくお願いします。ロットはですね、9フィート7インチの、ルアーウェイトがだいたい 30g ぐらいまで持てるものになります。でリールですね、リールは、3000番、ダイワさんの3000番でハイギアリールを使用しています。3000番を使う理由としましては、回遊魚のパワーに対抗する、あとはハイギアですね、不意にナブラが起きる時があります。でそういう時にすぐルアーを回収してすぐそのナブラを打つっていう手返しの意味でもハイギアを自分は使用しています。糸ですね、メインライン P ですね、自分使用してます。自分はこれ1号です。はい、だいたいそのぐらいで1号とか、太くても 1.5 号ぐらいでいいと思います。堤防なのでそんな障害物がない場所になります。なんでファイト方法とドラッグ設定ですね、しっかりすれば大きい魚も十分に取れます。でリーダーですね、リーダー自分今日だいたい20ポンド前後使用しました。はい、でそれも実際そんな太くないです。ただ魚によってですね、歯の鋭い魚、シイラ、サワラ、あとタチウオなんかの時には歯でリーダー切られちゃう場合があるので、そういう時はちょっと太くしたりもしています。でご覧の通り自分これ普段シーバスで使っているタックルそのまま流用してます。ライトシオアジギングの魅力は普段使っているシーバスタックルをそのまま利用できるっていうところも魅力だと思うので、まずこれから始めようかなっていう方はお手持ちのシーバスタックルで挑戦してみてはいかがでしょうか。はい、それでは必要な装備とあったら便利なものをちょっとご紹介させていただきたいと思います。ライフジャケットになります。これ絶対必要になります。足場のいい堤防でも滑りやすかったりちょっと凸凹凹凸があったりなど、落水の危険性大いにあります。釣りをする際は必ず着用してください。フィッシンググローブ、グローブすると何がいいか、まず手の安全ですね。針が飛んできても、皮膚までいかずにちょっと守ってくれる可能性があります。であとは投げる際ですね、ルアー5本指だと重いものを投げるとどうしても指が痛くなったり切れてしまいます。そういった保護の面でも5本指本日使用しました。偏光サングラス、水中がよく見えます。なんで魚の動きもよく見えるので超過アップにもつながります。あと、目の保護ですね。ショアジギング結構シャクル釣りなので自分だけではなく他の人がシャクったルアーが飛んでくることも稀にあります。そういった意味で、そういう時に目を守る意味で、偏光グラスあった方がいいかなと思います。プライヤーですね、魚がかかった時針を外す時に主に使用します。手で外そうとして自分の指に刺さってしまう。特に回遊魚は陸に上がった後でも非常に暴れます。プライヤーで確実に安全に取ることをお勧めします。はい、グリップですね、魚がかかった際、陸に上げた際ですね、魚を掴むものになります。歯のある魚ですね、シイラ、あとはサワラなどといった魚掴む時に直接手で触っちゃうと指切れちゃうんでこういったものを使っていただくと安全です。ランディングネットになります。ライトショアジギングでも大物かかることもあります。抜き上げができないサイズ、せっかくいいサイズがかかった時に取りたいので自分はランディングネット常に持っています。はい、じゃあまずはフォルテン 20g、 カラーはブルーブルーから始めたいと思います。少し沈めてスイッチしていきます。だいたい表層から1メーターぐらいをちょんちょんと誘っていきます。よし、
フォルテン20。結構遠めです。よし。よし。くたくた。フォルテン20です。よし。シーライン変えましょうか。フォルテン追ってきても食わねえな。今ちょっとフォルテンで魚が数匹追っかけてきてたんですけれども、ちょっと食わなかったので、ちょっとシーライドに変えて、シーライドの不規則なアクションでちょっと誘ってみたいと思います。はい。ちょっと見切られないように早めにジャカジャカ巻きで誘っていきます。切るな。でもいるんだな。食わねえ。はい、今ちょっとシーライドで狙ってたんですけれども、シーライドのスライドアクションとかフォールでもちょっと追いが悪くて食い切らない状況が今見られたので、アクションというよりはシルエットサイズ感なのかなということで、ちょっとシルエットを落としてシーライドミニ、これは 6g ですね、をちょっと使ってみようかなと思います。はい、じゃあやってみます。ちょっと沈めて水面直下をちょんちょんとトゥイッチしてテンション抜いて、トゥイッチしてテンション抜いてっていうアクションをさしてフォールで食わす感じですね。ちょっと潮目を狙います。食った。ちょっと針が弱いんでドラグ入れます。ミニの 6g です。結構日が出てだいぶ渋くなってきて大きいの食わなくなってきたんで、ちっちゃいミニを入れたら一発です。ちょっと針がちっちゃいんで優しくやります。ミニ 6g です。本日使用したジグについてご紹介いたします。3つありまして、1つが、フォルテで、もう1つがシーライド、そして、シーライドミニになります。はい、ではまずフォルテンからご説明させていただきます。フォルテンの特徴といたしましては、まず飛距離が出る、そしてフォールスピードが速いという点があります。なので私はフォルテンを先発として使っています。まず飛距離が出るということは広範囲に探ることができます。なので魚がまだどこにいるか分かんない時になるべく広範囲に人より飛ばして探っていくっていうことが可能になります。ボールが速いということは狙った層まで到達するのが速いということになります。魚が中層にいる、それともボトムにいる、そういった時に、いち早くその狙った層まで達してそこから誘ってくることができるので、よりスピーディーに探ることができます。フォルテンは上に跳ね上がって、そして一瞬横向いてひらっていってすぐまた落ちます。またこの繰り返しですね。ただ巻きでも非常に使えるジグになります。ただ巻きだとお尻を普通にフリフリフリとシンキングペンシルのようなアクションで誘ってくることができるので、しゃくってるのがちょっと辛いよっていう時なんかは十分ただ巻きでも使えるジグになります。今日は、表層トゥイッチですね。なるべく魚にアピールし続けたいので、短い距離でアピールできるようにちょん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 とロッドティップを弾きながら、
なるべく移動距離を短くするように、そしてフラッシングで魚を誘うようにして誘ってきました。次にシーライドのご説明をさせていただきます。シーライドは非常によく動くジグになっております。ただ巻きでもピロピロとよく動きます。そして、ジャークした時のアクションですね、ロッドアクションを加えた時に、左右スライドアクション発生します。そしてフォールでも、ひらひらとゆっくり落ちていくジグになります。普段順付けがこっちになります。こっちに、スナップ愛刀を結ぶ、こっちにスナップを結びます。はい、で逆付けはこちらにつけます。こうすることで、順付けより非常に飛距離が出ます。そして、ただ巻きで水面直下ですね、水面直下はとてもゆっくりスプーンのようなひら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 っていう動きで誘ってくることができます。今日はフォルテンを先発で使用し、フォルテンの速い動きですねに、追ってくるけど、バイトまで至らない魚が見えました。なので、このシーライドですね、シーライドのロッドアクションを加えてこのスライドアクション、これで寄せてフォールでちょっと食わせようと思いました。ちょっと今日はちょっと反応良くなかったんですけれども、これが非常に効く時もあります。シーライドも試していただけたらと思います。次にシーライドミニですね。シーライドミニも非常に、ロッドアクションに機敏に反応するルアーになります。そしてフォールアクションですね、フォールアクションでも、今度は不規則なフォールします。はい、今日使った理由として動画でもあったように、フォルテンそしてシーライド、フォルテンの速い動きに、追ってきても食わない魚、そしてシーライドのゆっくりしたフォールに、それにも追ってきて食わない魚が、そういうケースが多々ありました。そういう時はアクションっていうよりもサイズ感が重要になってくるケースがあります。なのでこのシーライドミニですね、この圧倒的なフォルテンやこのシーライドなどに比べてこの小ささ、そういった特徴を生かして、こちらで口を食わせるっていう、本日はそのような使い方をしました。本日は動画をご視聴いただきありがとうございました。はい、先ほどもご紹介しました通り、お手持ちのシーバスタックルで気軽に始められるライトショアジギングになります。自分は今日は釣れませんでしたが、身近に意外な大物と出会える楽しい釣りでもあります。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてはどうでしょうか。どうも今日はありがとうございました。